今回は肩のトラブル。これね、奥が深いんですよ。これだけですね、整形外科でもうかれこれ30年、やってきている私でも、これは何だろう、整形外科の病気ではないんではないかって思うことがあります。そして随分古い話ですけど、20数年前医者になってまだ間もない頃にですね、非常に思い出深い、実は肩が痛いってきた症例ですごい大変な思いをしたことがあります。それはですね、実はここなんですよ。鎖骨の上、肺線部っていう肺の上にあったんですけれども、この辺が痛いから整形外科に来るわけですよね。鎖骨がなんか問題、なんかそこから肩の方に響く、なんとなく腕もしびれてきたみたいな感じでいらっしゃった患者様、何だと思います？最終的に、肩が悪くはなかったってことですね。そうです、そうです。なんか内臓系のそうなん病です。気ですか？実はですね、この肺がんだったんですよ。はい、この肺の一番上、肺線部っていうんですけど、肺線、先端線部っていうところは、実は、鎖骨のちょっと上、顔出したところ、この辺りなので、なんか骨が痛いとかしびれるから神経ということで整形にいらっしゃるんですけれども、実はここにできたがん、肺のがんの一つで特殊な形のパンコースト腫瘍っていうものが神経を巻き込んでいて起こっていた症状だったんですね。その時本当に整形外科でもここが痛いって言った時には、このパンコースト腫瘍、肺がんの一つをちゃんと鑑別しなきゃいけないっていうことを非常に強く印象に残っています。はい、ということで今日は単に、この辺ね、よく患者様肩と呼んだり、この辺も含めて肩甲部のあたり含めて肩と呼んだりしますけれども、このあたりが痛いってきた場合にも、単純に肩関節だけの問題ではないということを意識しましょう。もちろん医者はそういう目で見ていますが、患者様ももしかすると肩だから整形外科に行ったけど違う科に行かなければいけない病気の可能性もあるんだっていうことを少しでも知識を持っておくだけで違うと思いますので、よろしくお願いします。はい、ではちょっとここにね、いろんな病気の名前を列挙してみたんですが、この中に純粋に整形外科に来て整形外科で治療する病気があります。ちょっとチェック入れてください。五十肩はやっぱりそうですね。そうですね。はい、チェック。はい。これもなんか腱っていう感じも入ってるので、そうかな。素晴らしい。はい。この肩関節症、これも整形ですね。頸椎症。はい。リウマチもそうですね。こんなところですかね。素晴らしいですね。そうです、大正解。ね、これらの五十肩、肩が上がらなくなっちゃったり、石灰、石ができて急激に肩が痛くなって腕が上がらなくなったり、また変形性関節症、例えばね、大工さんとかね、電気工事の方とかね、長らく肩をいろいろ使っている方、もしくはスポーツなどで怪我をした後、だんだん肩が変形して起こる肩関節症、そして首ですね、頸椎症、いろんな首の病気ありますが、代表的なもの、頸椎症。首でも首が悪いのに肩にホーサンって響くような痛みが出てきたり、神経痛が肩甲骨の裏に出たり、もう前胸部、胸が痛くなったりっていう、もうまさに肩の周辺が痛くなるっていう首の障害があります。関節リウマチ、これはもろに肩関節っていう場所が悪くなって関節が変形するリウマチ。一方、リウマチの患者様も首が結構変形していきます。はい、リウマチでですよ。で、関節が崩れて破壊されていくと神経痛として頸椎症と同じように肩周りのさまざまな障害が出ます。これは整形外科の疾患ですから、当科のような整形外科に来てくだされば治療ができるもの。でもまず肩が痛いからっていうことで整形に行っても、それ以外の病気っていうのがあるわけです。
パーキンソン病ってご存知ですか？はい、なんか筋肉が衰えていく病気ですね。硬くなっていくんですよね。関節が拘縮って言って硬くなって非常にぎこちなくなったり、顔も表情がこわばってしまったり、歩こうと思ってもトットットってこうなってしまって歩行がうまくいかなくなったりっていう神経内科の病気。これもですね、肩が硬くなってくるので肩が動かないっていうことで整形に来ることがあります。だけど病気としては神経内科の病気です。はい、では残されたこの辺りなんですけど、これは整形じゃないと思って残したわけですよね。はい、例えばどんな科に行くべきだと思いますか？これだったら心臓内科ですかね。そうですね、はい、心臓内科外科ですね。あとは胆のう胆石、この辺りは内科、消化器内科です。そうですね、消化器内科とか消化器外科とかね、手術が必要になったら消化器外科ですし、いわゆる消化器という部分ですね。はい、もちろんこれは胸部、胸の問題なので呼吸器内科とか呼吸器外科、胸部外科などというふうに呼びます。どこの科に行ったらいいかっていうのはまずはもちろん患者様はご判断できないと思うので、まずは整形外科に受診しても結構です。ただそこからこういう病気の可能性もあるよって言われた時に何かに行ってみなさいというアドバイスに基づいて決して診断をやめずにしっかりとアドバイスにのっとって次の科に受診することが何より大事です。じゃあ私たち医者は何をもって自分の整形外科の疾患なのか他の科の病気なのかっていうのを見極めているかっていうポイントなんですけどね、こちら見てください。鑑別と書きました。はい、鑑別っていうのは見分けるっていうことをする際にどういう部位を見ているのかっていう、どういうポイントをちゃんとチェックしているのかっていうことなんですが、まず部位ですね。はい、部位っていうとここ絵描きましたけど、こんな風にですね、肩と一口に言っても純粋な肩関節ではなく首から肩にかけての肩甲部あたりとか鎖骨の周辺とかね、もうちょっと言うと肩の少し下のこの胸のあたり、これらを全て含めて患者様は肩と言ったりします。はい、これ背中側から見た図です。でその部位によってやっぱり起こりやすい病気の後発部位、起こる場所っていうのは違うんですよ。例えば心臓だとこの左側ですね、この辺りに感じることが多い。はい、また膵臓はこの鎖骨の上あたりに結構感じることが、症状が出ることが多い。右になると肝臓や胆のうや横隔膜に刺激が出た時は内臓の病気でも右のこの肩あたりに出ることが多い。はい、ちょっと食道とか、場所がいろいろ分かれてる。先ほどお話したパンコースト腫瘍は鎖骨のちょうど内側肺線部という場所に起こります。後ろから見ても、この辺り胆のやっぱり消化器内科の病気などが背中の首の後ろ肩にかけてお痛みが出るということで、非常にですね部位っていうのは大事なんですよ。患者さんが肩っていう言葉を一言言っても私は必ずどこなんですか、自分で指さしてみてくださいって言うと、こことかこことかピンポイントで言えることもあるし、また中にはどこかな、自分でも分かんないけどなんとなくこの辺りみたいな表現もあるので、その場合は1箇所ずつと言って痛みの場所を探っていくってことが必要です。はい、戻りましょう。はい、では次の鑑別のポイントは局所所見。はい、局所所見っていうのは難しい言い方ですけど、例えばそこが赤くなっているのか、腫れて盛り上がっているのか、熱を持っているのか、押すと痛いのか、こういったことが局所、その場所を見た所見っていうことなんですね。とっても大事です。はい、ですのでよく、ここ痛いって言ってくると、全部脱いでくださいって言うんですよ。全部脱いでもらって、もうシャツも全部脱いでもらってどうなってるかっていうのを見ると、右と左が違いますね。少し違う場合もあれば極端に違う場合もあるし、
洋服の上から触っても分かんなかった熱を持ってるとか少し赤みが出てるなんてことも分かるので、とても指針、目で見ることも大事です。触る触診も大事です。はい、次。慢性痛または運動痛。はい、じーっとしてても痛いのか、動かすと痛いのか。整形外科の肩の病気っていうのはやっぱり結構動かすと痛いことが多いんですよ。もちろんこれやると内臓に響いて痛いってことも起こる場合もありますが、何にもしないのに静かに休んでいる時こそズキンズキンって痛いなんていうと、やっぱりこれ内臓かなっていうことを疑うわけですね。はい、次。合併症、持病。とっても大事です。今までにどんなご病気がありましたか？病院行くとよく聞かれませんか？聞かれます。はい、あなたの持ってる持病は何ですか？家族はどんな病気持ってますか？いろいろ聞かれますね。問診といって、そういう今までにあった病気や家族とか血のつながった兄弟とか、そういう人がどんな病気になってるかっていうのも本人の病気を推測するときには大事になってきます。例えば今までに胆石をやったことがあるっていうと、また今度肩が痛くなったっていう時に、もしかしたら胆石の再発かもしれませんねみたいなことが考えられるわけです。はい、次。経過。出たり引いたり、みんなにするときに痛い。どんどんひどくなる。このとっても大事なんですよ。ね、症状ってずーっと出てるのか、出たり引いたりするのか、何かをやるときだけで、例えば高いところのものを取るときだけ痛いとか、後ろでエプロンの紐結びとき痛いとか、結帯動作っていうんですけど、そういうこの姿勢でなるっていう場合は結構肩関節のこと多いんですね。先ほども申したように、じーっとして何にもしてない、動いてもないのにズキーンズキーンって痛いなんていうのは内臓性のことが多いです。はい、最後です。検査、血液、画像、レントゲン、MRI などなど。ということで、やっぱり最後ね、画像大事ですよね。血液検査をしてデータを見る、炎症がある、肝臓の数値が上がってる、腎臓の数値が上がってる、何にも血液データは問題ない、いろいろあるわけですね。そしてやっぱりレントゲンや CT、MRI を取ることによってそこの部位に何かが移ってくる。レントゲンでは映んなかったけど MRI でなら映るなんてこともあるわけですから、画像診断が重要になってきます。それ以外にももっといろいろ造影検査とか超音波とかいろいろありますのでね。はい、ということで今日はですね、この肩と一口に言っても肩じゃないっていうこともあるんだよってことを知っててほしいというお話でした。どうですか？ご家族などでもご病気になったことある方いますか？家族ではいないですけど、友達とかでもやっぱり肩痛いっていう人が、調べたら全然違う病気？そっかそっか。内臓のご病気とかもね、若いからそんな内臓の病気なんてないだろうとかね、いろいろちょっと自分では否定してしまうこともあるかと思うんですが、適切な時期に適切な科にかかるっていうことが、とっても大事ですので、今回、この勉強をしていただいたことで、どこか頭の隅にそういう考えを持っておいていただければ、迅速に早くに適切な科に行って治療ができるかと思います。はい、ご注意ください。元気にお過ごしください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。